とにかく音楽聴くのが大好きで、初めはピアノ、その興味が次はギターになって、中学校行った時に音楽の授業でみんなで楽器触ってみようっていう機会があったんですね。その時たまたまもう何も知らない状態で初めて触ったのがビオラで、そのビオラを見た時に曲線だらけの何この楽器と思ったらめちゃめちゃ軽いし、こんなんから音が出んのかなと思って、それでバイオリンとかを演奏聴くようになったんですね。同じ曲をみんなが同じように弾いているとは違うんで、解釈がいろいろ違うと思うんですけれども、全く違って聞こえてくるんですね、曲が。楽器一個一個の個性ってこういう風に光るんだと思ったんですね。じゃあ作ってその上手い人に弾いてもらえたら、自分はこれから音楽の世界で関わり合いができるんじゃないかと、そういったのが初めてのきっかけでしたね。実際始めてみると、もちろん最低限の器用さは絶対必要なんですけれども、それ以上に感性、美術とか美しいものとかの捉え方、そっちの方の感覚の方がよっぽど大事で、器用さより、それがないと人を感動させる楽器がやっぱできないんだなって痛感しましたね。お客様相手にしている仕事がメインとなりますので、困って駆け込んでどうにかしてって持ってくるお客様がほとんどですので、その楽器を元気に回復させてあげて、ここで弾いて「ああ良くなった、ありがとうございます」って心の底から喜んでもらえた時は本当にやりがいを感じますよね。もう基本はお客様の持ってくる楽器の調整、修理、毛替え、お客様が困って楽器が鳴らない状態でやってくるのがほとんどなので、それを鳴るように修復、回復、調整したりするのが主な仕事ですね。で、プラス空き時間を利用して自分の楽器を作る。それがメインの仕事、一日の流れですね。いろんな方が注文いただくんですけれども、例えばお子様だったりとか、オーケストラで弾きたいだとか、結構ジャズとかタンゴとかソリストの方とかもいらっしゃいますので、その方に合った目的の音っていうのは結構みんなバラバラなんですね。弾きやすいのか、音色をとにかく重視するのか、ボリュームをとにかく重視するのかで、もう全然僕の中でイメージする楽器の形、モデルも全然変わってくるので、それも一人一人カスタマイズして、よくインタビューしてですね、相談しながら決めてますね。自分が作る楽器ってだいたい初めから完成形の音ってイメージできてるんですね。イメージに基づいて材料は選びます。ボリューム優先だったりとか音色優先だったりって、ある程度全部取りってのは難しいので、どっちを優先するかによって選ぶ材料の質感とか木目の入り方、重量とか密度は全部変わってくるので、いろんな楽器を作るのと同時にいろんな修理の楽器を重ねていくことで、こういった板はこういう風になるってことをちゃんと体で覚えていかなきゃいけませんよね。でそれで自分が作る立場になったら、それを応用して、あの音はこういう木目だったな、じゃあ自分も真似して作ってみようと、そういう風な感じで材料を選びます。お客様の好みは聞くんですけれども、まず基本は自分って福田のこの自分の音になりますよってことは大前提で伝えて、その上で味付けとしてこうしたい、ああしたいという要望ですね、織り込んでいく、そんな形を取らせてもらってますね。
修理の楽器を表板って開けるんですけれども、表板外した時にもう200年前300年前400年前の楽器のタップトーンが分かるんですよ。それで自分で名人たちの過去のそれをデータとして体感として覚えていく中で、あ、この音タップトーンだったらこういう音が出るんだっていうのがもう自分の中でデータとして取れてきたので、それを覚えたのを自分の制作の中に取り入れて同じようなタップトーン出したら、あ、こういう音が出るんだっていうもうデータに基づいた感じの作り方ですよね。要は板の厚さを最終的に決める判断材料なんですね。で、大体基準の厚みの数値っていうのは決まってるんですよ。例えばこの部分が 2.5 ミリ、この辺が3ミリだよって決まってるんですけれども、全部それ同じ風に数値だけで測って作ると音が膨らまないんですね。なんでかっていうと、やっぱ木って一個一個育つ環境が違うので、木目の詰まり方とか重さ、比重、密度が一個一個全然違うんですね。タップトーンっていうのは言うならば、その木が一番歌ってくれる、美しく歌ってくれるポイントを探すこっちのサインなんですね。こっちがどうですかってコンコンコンってやっていいよって言ってくれる反応があったらば、もうバイオリン私歌います歌いますっていう状況になってくるんで、木一枚一枚に語りかけて確認する作業ですね。特にやっぱ制作においては自分の音、自分を表現するってことがとにかく大事なので、なぜ自分を表現しなきゃいけないかというと、やっぱ楽器ってただ音を出すだけじゃなくて、観客誰か聴かせる人がいて、聴かせる人を喜ばせるための楽器なので、必ず音が相手の心に届かなきゃいけないんですよね。相手の心に届くためにはやっぱこう音だけじゃない別の要素、言葉で言うと倍音とかって言うんですけれども、感動の要素といいますか、そういった部分がとても大事になってくるんですけれども、それを生み出すためにはやっぱりこう精密に作ってるだけでは音は出なくて、自分の中の感性、例えば音楽以外でもなんか美術、例えばダ・ヴィンチの絵に感動したとか、有田焼が素晴らしいとか、そういった美しいと思う気持ちを制作者が体感して、それを制作の方に気持ちとして入れていく、そういった作業がなんか僕はとても大事なんじゃないかな。それを木の方が覚えてくれて反応してくれる。で、結果プレイヤーが弾いてくれた時に音以外の感動する成分もこう乗っけてくれるんじゃないかなと僕は信じています。自分の作った楽器を上手な人に弾いてもらいたいという初心はどんな大変な時でも持ってましたので、それがあるからこそやり続けられてるのかなという感じですね。自分の作った楽器を、いろんな人に弾いてほしいんですけれども、その散らばった自分たちの楽器を一堂に会して、その人たちでちょっとオーケストラとかアンサンブルで自分の楽器で大きな音楽の塊をちょっと聴いてみたいなっていうのは大きな意味ですね。